これは私の大事な予備の畑でございます。バレンタインの柵足りないのかなこれ。予備の畑をできるだけ話したいという思いがあって、どうしたらいいんだろう。ちょんちょんちょん、ちょん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 。で、私そういえば前回の動画で、港店に移せる機械と移せない機械があるんです。というふうに申し上げてましたが、先輩にゃこさんたちから教えていただきました。動いている機械は移せないんだそうです。なので生産が終わっていれば、港店に移したり、港店と本店との間でお店の移動ができるそうです。あら、ちょっとなんで取れないの？あれ？なんか今、消えた？私、これが取りたかったの。なんだっけ。そっか、モードを変えなきゃいけないんだ。まずった。ベーコンを取りたかったのに、ここにあるの寄せちゃったよ。もうじゃあもう、全部やり直しでいいか。で、畑がね、港店の方にもね、なんでそんな考えになったのかね、今となってはわからないんですけど、木綿用の畑を作っておこうかというふうにね、なことを言ってね、木綿用にわずかな畑をね、ここに作ったんですよ。で、この畑も合わせて、本店側に、目標四角、こう、で、ここを埋めていく。バレンタインの柵がもう持ってないのか。じゃあさ、別にさ、予備の畑は、バレンタインの柵じゃなくてもいいんじゃない？一番低価格そうな、どうしよう、低価格に見える柵って言ってて高級品だったらどうしようという気持ちがちょっとあるんですけども、生みたいな柵。これがバレンタインは12枚あったんでしょ？こっちは120もあるんですよ、庭の柵。だからこれをね、もしかしてこんなに予備の畑いらない可能性もあるんだけどね。まず、すぐにできるものをね、植えてっちゃおうかな。これはもう、短時間で55秒、1分50秒。こんな風にね、2列ね、植えちゃうことがあってね、結構私これショックなんですよ。1、2、3、4種類植えました。正確には3種類です。でも、一部を2種類植えたところをちゃんとこうに変えればなんとかなるでしょう。これはじゃがいもだよね。じゃがいも。どうしよう。あんまりね、これにつきっきりになられても困るのよね。人参ぐらいまで置いときますか。で、牛乳は回収。直ちに回収。そして、なんか変な形なんだけど、こんなにないんじゃない？今種類。これがなんだっけ？人参ですね。人参の次はどうしましょう。人参の次、トマトいきます。トマトの次が、いちご。どうしよう。結局、総動員になるかもしれない。キャベツ。そろそろ予備の畑はもう諦めたらいいのかな。そしたらもうちょっと理想的な形に作れるんじゃないの？頑張りにも今ね、どうやって配置しようっていうのに時間がかかりすぎててね、疲れが出てきました。
昨日の夜、もう疲れてたせいかね、もうね、いきなりもう決心しちゃって。今までね、本当に大事にしてきて、ね、私の大事な大事な予備の畑とか言ってたのをね、いきなり、もう予備の畑いらないんじゃないとか言い出して。でも実際ね、予備の畑が、あってよかったなっていうのが今のところ一回もなかったので、私は危機に備えてね、この予備の畑、もし種がなくなったらどういうことになっちゃうのっていうね、それが恐ろしくて予備の畑をせっせと作ってたんだけど、結局その危機はなかなか訪れないらしいということが分かったのでね、どうしよう、こんなに細長くてもにゃんこ平気かな。ごめんにゃんこ、これをね、1列この細長いのをね、2列にしようとすると、ここを全部またずらさなきゃいけないという作業があるの。なので、にゃんこもほら、運動不足の面もあるかもしれないでしょね、あれ。まあ、現場に着くときは走ってるけどさ、体のね、機能を保つためにもね、いろんな運動をした方がいいのよ。これは、私自身に言いたい言葉でもあるんですけど、縄の柵。あった。縄の柵じゃなくて庭の柵でした。これで、花壇をここに作ると。で、この畑の形をね、調整しようとしてたんだけど、足りないんじゃない？ちょっとこれはやっぱり。崖の上の飾り付けなんですが、とりあえず、今できる範囲で修正しました。ここは大工にゃん。ね、大工にゃんのお家にトイレを設置しました。でも今、にゃんこのトイレが、そういえばないな。にゃんこのトイレは、にゃんこは今ね、大工にゃんのところに行って、トイレ借りてる状態です。で、鶏と、蜂蜜を端っこに寄せて、もうね、疲れてたからもう一列でいいやと思ったけど、やっぱりにゃんこにね、この倍の長さだったのでね、一列にすると。その距離を歩かせるのはやっぱりちょっと酷かなと思い直しまして、花壇を2列に直しました。で、始めた頃はね、お客様が来てもね、見るものって言ったら花壇の花ぐらいしかなかったのでね、綺麗なお花でお客様の目の保養をね、していただこうかなと思ってたんだけど、今はちょっといろんなアイテムを飾れるようになってきたので、花壇は奥に移動しました。で、畑なんですが、ちょっとね、正方形難しい。数えていけばね、正方形の形にできるのかもしれないけど、このね、1個、2個、3個、4個って数えていくのが、もうね、6個か7個目で分かんなくなっちゃうのでね、諦めました。私は本当に数を数えるとか、数字は本当に嫌いっていうか苦手嫌いって言っちゃうと、それは嫌うのは言い過ぎじゃないって言われそうだから、苦手なんですよ、数字は。で、チューリップをね、いつもね、どこに置こうっていうのを悩んでたんだけど、ちょっと思い切って畑に置いちゃいました。ちょっと誰かみんな入りに来るかな？手空いてる子。で、ここの一マスは、ここね、かかしさんの一マス前は見えなくなっちゃうのね、かかしさんが。なので、わざとここは一マス開けてます。お花を入れないで。まあ、いいんじゃない？レベル148になりました。10万コインいただきました。今ですね、
狐の嫁入りのイベント達成のためにツルハシを集めてまして、私ね、この楽しみだにゃーのね、これ、バナナスムージーだと思ってなかったんですよ。いつもね、足りなくて困ってるって思っていたのが、リンゴヨーグルトスムージーだったんですよ。で、これヨーグルトを作るのが大変なのよって思って、もう一生懸命作ってるのに、なかなか最初のお客さんにね、商品が行き渡らなくて、なんでだろうって思ってたの。で、今日もね、あのお客様の注文の品を作りたくって、一生懸命ね、ヨーグルトスムージーを作ってたらしいんですよ。っていうか、たくさんあるのは、バナナスムージーだと思い込んでたんですよ。バナナスムージーは作るの簡単じゃないですか。だから、40と22っていうのは、こちらのね、いちごスムージーと、バナナスムージーが、いちごスムージーが22あって、バナナスムージーが40あると思い込んでたんですよ。そしたら、なんと、この40あるのが、リンゴヨーグルトスムージーだったということに、今気づいて、慌てて今、バナナスムージーのね、注文を入れたところです。見間違いと思い込み。梨とヨーグルトのアイスと、このリンゴヨーグルトスムージーで、ヨーグルトを奪い合っているっていう意識がありまして、なんてことでしょう。今、なんか結構ショック受けてます。リンゴヨーグルトスムージーが40個もできていたことに。もう私は今ちょっと、あと30分ぐらいはちょっと立ち直れないかもしれません。多分、ご飯食べたら立ち直れます。私の混乱の最中に婚礼中。こんな感じで、とりあえず飾ってみました。雨の水たまりタイル。これすごい可愛いですね、なんか。ちょっと足りないか。もう一回欲しいな。すごく可愛くないですか？この水たまりがこう落ちてきてるこの感じ。で、第2目標、1万5000かと思いながらやってたんですけども、13,200お祝いコインだったので、では、ね、3回目、これで完成になるかな？載せます。よろしくお願いしますね。あれ、今のは返事でしょうか？で、ここ。大きなにゃんこ寿司とお助け飾りの横。ここにチーズポットを置こうと思ってるんですよ。チーズポットとお助け飾りを置く場所として、今もうここを考えてます。牛乳工場の前にね、置こうかと思ってます。で、こちらは港店です。港店もね、もう果樹園が困ってて、とにかく今、拡張工事をまた進めてるとこです。ある程度の広さがないと、とにかく植えにくい果実を。なので、またここを広げようとしてます。でもここがね、750万なんですよ。なのでね、やっぱり、しばらくはね、果樹園として、ここ狭すぎたんですよ。ちょっと広げたぐらいでは。なので、しばらくは、ここの値段が高いので、しばらくはね、立派な、ある程度立派な果樹園っていうのは作れそうにないですね。今もこっち、ひどい状態になってます、果樹園が。果樹園ももうあちこちさすらいの旅、それぞれの果実がさすらっています。
ありがとね、旅にゃん。今、枯れ木をね、生き返らせてくれてますね、旅にゃんが。あれ、どこに隠れた？多分この辺に今、果実の裏側に隠れちゃったけど、あ、お願いします。これね、昨日からね、待ってたんですよ。旅にゃんが直してくれるのを、今か今かと。ありがとうございます。あ、次々に駆けつけてくれました。ありがとうございます。でも今ね、にゃんこがまた、にゃんこ不足に陥ってまして、生き返らせてもらったね、生き返らせた木にお水をあげられるにゃんこがいません。でも今ちょっとお金も貯めてるので、にゃんこを呼ぼうかどうかは今また様子見してます。もうパンダのパン屋さんだけがね、黙々と止まることなく働き続けてくれています。ありがとう。レベル149になりました。10万コインいただきました。蜂蜜豆乳ラテが登場しましたよ。ルビーが333個貯まりました。いよいよですね、チーズポット購入したいと思います。いよいよって感じです。いよいよ。チーズポットを置いて、乳製品工場はチーズ以外のものの生産に専念していただきたいんですよ。ということで、チーズポット買わせていただきます。でかいぞ。で、乳製品工場の前に置きます。で、お助け飾りもですね、3、4、12か。でも、チーズ本当に欲しいので、お助け飾り、これは思い切って3つ。3つ置けば、醤油がね、3個保管できたように、チーズも3個保管してくれるようになるんだと思っています。ではまず、ウインナーのオブジェ。あ、かわいい。はい。はい、チーズポットの作る時間が30分短くなりました。で、続けて、トマト大好き。トマトもブロッコリーも大好き。ウインナーも大好きですよ。ウインナーも好きですよ。はい。また30分短くなりました。ということは、今で2時間なんですね。で、あとブロッコリー。買わせていただきます。これ、どういう風に。はい。貯めておける数が1個増えるということで、3個までですね。寝てる間に3個まで作っておいてくれるようになりました。でですね、これは、チーズポット、どうしようかな。チーズポットはこれ2マスなんですよね。2マスじゃない。チーズポットは4マス使ってるんですよね、きっとね。チーズの床はどうしよう。チーズ、イメージは黄色とオレンジなので、これで間に合うかな。で、オレンジ。5個でちょうど間に合うんじゃないこれ。ここに置こうかどうしようか迷うところなんですけどね。置きましょう。何かでここをずらした時にかっこ悪いことが起きちゃうので、ちゃんと埋めておきました。せこいことはせずに。
で、ここの一マス一マスにね、ちょっと私星の石飾りってあんまり置いてないんですけど、これ置こうかな。ちょっとですね、お星様を並べてみました。これでね、チーズの味がより一層美味しくなるかもしれません。チーズポットと、ね、にゃんこの卵、にゃんこの卵寿司なんか卵じゃないよね、これ。これ、大きなにゃんこ寿司でしたっけ？大きなにゃんこ寿司？私前回なんて言ってたっけ？大丈夫かな？大きなにゃんこ寿司とチーズポット、こんな風に並べてみました。狐の嫁入り、最終工事が終了しました。でもまだイベント期間中で、まだね、デコも十分に集まっていませんので、オープンと飾り付けは次回にしたいと思っています。最後は畑の七変化でお別れしたいと思います。ということで、今回も最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。